さっと結果が出る人とそうじゃない人の差。まず第一ステージ、いきなりはね無理なんですよ。何事もですね、ステップがあるんです。ステップが、第一ステップもう決まってます。自分が何やったら、何を書いたら楽しい人なのか、どうしたら、楽しいのかということを知るっていうことです。子供の頃から好きだったこと、やりたいことっていうのは多分大人になっても好きなんですよ。逆に言うとですね、大人になってから得たやりたいことはおそらく、隣の芝生は青く見える的な現象であって、別にその人の生まれ持っての根源的な、欲求に根ざしてないということです。はい、例えばフォロワー数が何千人何万人いないといけないのかなとか、なんか同人作家ですごい売れてて羨ましいなとか、そこら辺のことが自分の欲求の延長線上にあれば無理なくできるんです。活躍してる人はそれがその本人にとって無理のない楽しいことなんですよ。それがだからそれできてるのね。自分の欲望って何なんだろう、何をしてる時楽しいのかなっていう欲望の尻尾を、自分なりに理解してるということ。自分の欲望の尻尾を理解したら自分の弱点も分かるはずなんですよ。絵を描き始めて3年ぶりに入社した奇跡だっけみたいな同人誌出したんですよ。あの本で言いたいことは何かってことなんですよ。各時代ごとに狙いがはっきりしてると思いませんか？最初絵コンテの絵みたいなの描き始めてるんですよ。最初の頃はですね、僕は絵描けないと思ってたんですよ、自分が。まあ絵は描けないけど絵コンテとか演出とかそっちの方でいけないかなと思ってたんですよ、ちょっとね。だから絵コンテ書いてます。いきなり雑な真似事のキャラ表も書いてます。でそれやって完成しませんでした。あまりにも大変なコンテを書きすぎて一発目とコンテは書いたけどそれを実行するアニメーション能力がなかったんですね。なのでこれダメだなと思って先輩の手伝いをし始めてようやくアニメを描き始めました。でもう雑にいっぱい絵を動かす時期があります。自分でも自主アニメ作ってみました。その結果やっぱりアニメーションっていうのは絵が上手くなきゃダメだなこりゃっていうね当たり前の結論に、至り絵の練習を始めましたっていうのがですね、延々とその書いてあるんですよ、流れが。そして就活ジブリに入りますと。もうジブリの就活といえばですね、てかもう書類選考といえばですね、まあ当時その近藤義文さんのね「ふと振り返ると」っていうですね画集があったんですよ。まあ耳をすませばの延長線上ですねみたいな、ああいう世界観の画集があったんですよ。それだろうっていうねその当時のやっぱジブリっていうのはやっぱ近藤義文さんだったんですよ、実は。まあ一番うまいとされてた人。けどもののけ姫の直後ぐらいにね亡くなられたんですけれども、まあその人だろうと。なのでその人っぽい絵を描こうっていうので、その人の絵を見ながらその人の絵を模写したりもしながら、そして最終的に自分なりのイメージ、書類を書いているとっていう風にですね、第一ステージは種まきっていうのかな、自分の能力どういうのいろいろあるんだろうかっていう種まき。そして一番最初に気になることから始めてるんですよ。気になること、一番やりたいこと。僕が一番やりたいのはアニメを作ること、アニメの監督になることっていうか演出をすること、作品を作ることで、そこにいきなりぶつかってみて、ダメだなっていうんで、それで手伝って自分で作れるようになってみたいなことをねやり始めたわけですね。時代ごとに明確な狙いがあって、逆に言うと狙いがないと書けないんですよとりあえず原画の仕事いっぱい取ろう、原画の工程を覚えようっていう時代があって、でこの時代は作画監督として人のように修正したりそういうのをやろうとか、その時に必ずテーマを設けて何か自分に対する揺さぶりと変化を意識してやってたんですね。だからまあ3年ジブリだし、9年ぐらいのアニメ業界歴で、劇場作品いっぱいやったり、テレビシリーズの作家やったり、絵コンテ演出もやったり、自分で原画を、一話数200カット撮ったりっていうですね、まあ自慢ですけど人の2、30年、まあ本当に並のアニメーターの2、30年分も多分9年間でやったと思います。はい、常にその時惰性でやらないってことですよね。なんとなく書くっていうことをしないね。最初得意なものからやった方がいいです。絶対最初得意なものをやって、それで絶対伸び悩むというか無理ってところが来ます。そしたらその時初めて苦手分野に着手しましょう。いきなり自分の苦手から進めるのはダメ。そしてもっとダメなのは自分が何が得意か不得意かも分からずなんかよく分かんないことやるのもダメとりあえず自分で
これ得意だよねってとこからやりましょう。自分の適性を無視して、あるいは自分の今の、画力能力を無視してアニメーターになるっていうことだけが一人歩きして、それをなんか初志貫徹せねばならんみたいな謎のミッションを行っている人はですね、ちょっと注意しましょう。自分が何したいか分かんないっていうのはね、まず何やってもうまくいきませんので、これやったらうまくいきそうだな、楽しいなっていうことぜひやってほしいです。例えば漫画描きたいっていう人、いきなり16ページでさえきついと思うよ、4ページでさえきついと思うよ。まず1枚です。1枚のイラストになんかその吹き出しでなんかいい感じのやつ、をひたすら描きましょう。1枚描けないのにそのコマ割って何枚にできないでしょ。それは何かっていうと、自分はこういうキャラクターが好きだ、こういう展開が好きだ、こういうセリフが好きだの種まきなんですよ。まさに1週間で1枚ずつ完成されたそのいわゆる1枚絵を描いてみなって、1年間で50枚になるよね。そしたらこの50枚を描き終わったら、そこから要するに自分がどんなキャラクターが好きなのかということが、傾向が見えてくるよね。で自分で描いてみて、この時楽しかったな、こういうキャラはあんま好きじゃないなとかっていうこと。そしてこれ SNS とか上げましょう。ディスコードとかね。そうするとね、いいねの数が分かります。自分で手応えがあった、楽しかったやつと受けが良かったやつがの共通すること。どっちか片方じゃダメですよ。受けはいいんだけど楽しくない。でもあるいは、自分は楽しいんだけど受けないやつ。これも認識しておきましょう。これは今の技術だからダメな場合もあるし、そもそもニーズがない場合もあるし、これも一つの候補なんです。もうここで決定的に分かるのは、自分で書いても楽しくないし、周りの受けも悪いこれは絶対やっちゃいけないことってのが決まるんですよ。50枚も書いたらそうやって分類できるはずだよね。それはおそらくお前がっていうか自分がやるべきことじゃねえんだなというようなことが見えてくるはず。大事なことはですね、何をやるべきかじゃないんですよ。何は絶対手を出しちゃいけないかを理解してるということです。